どうも、クピオです。今日はですね、この中古で購入したキャンピングカージル520の純正シートをこのブリッドシートに DIY で交換します。といっても自分、右腕が骨折してまだ完治していませんので、重いものが持てません。なので嫁にシート交換してもらいます。でもシート交換って難しそうですよね。このシートと車両に適合したこのレール、こちらも取り付けが必要になります。どこを外すのか未知の世界です。でも今回のブリッドシートは埼玉県のシャドウさんからすでにレールが取り付けられた状態で購入しました。なので誰でも簡単に取り付けが可能ということです。今回シートと一緒に TDI チューニング、こちらも一緒に取り付けます。こちらもシャドウさんで一緒に購入しました。こちらなんですけど、ブーストと燃長をコントロールしてエンジン出力をアップと書いてあります。自分が持っているジル520のこのベース車両はトヨタカムロード、エンジンがディーゼルエンジンで 3000cc のターボです。これかなりパワーあるんですけど、やはりこのシェルがかなり重たいので、高速道路の急な上り坂、途半車線などはアクセルを目いっぱい踏んでもあまり加速してくれません。この TDI チューニングをブーストセンサーと燃料センサー、この間に付属のハーネスで割り込ませます。そうするとなんと最大出力が144馬力から189馬力、そしてトルクが300ニュートンから378ニュートンにアップします。もう本当かなっていうぐらい夢のような商品です。こちらも取り付けて体感します。まずはブリッドシートを取り付けていきます。で、今回初めてブリッドシートを使用します。レカルシートと比べてどう違うのか楽しみです。レカルシートはこちらの軽キャンピングカーに取り付けてもう2年ぐらい乗りました。ブリッドは日本の企業さんなんで日本人に合ってるかもしれません。その辺体感します。今回のシート交換の目的は乗り心地の改善、長距離運転時の疲労軽減、あと見た目のかっこよさです。乗り心地に関しては縦の衝撃ですね。このガンガンって段差の時のこのショック、それと横のロール、コーナリング時横に入れるんですけど、それのホールド性ですね。両方とも性能が上がると思いますのでかなり期待できます。長距離運転時なんですけど、このノーマルシートだとやはり疲れます。だいたいですね2時間ぐらい走ったらもう休憩が必要になってきます。今はですねこの純正シートに Amazon などでよく売っているこういったジェルクッションですね、これで衝撃を吸収しています。お尻はかなり痛くはなくなるんですけど、これブニョブニョなんでこの横のロールが結構激しくなります。で、こういったサイドサポートもここないのでかなり横揺れは激しくなりました。なので腰を痛める前にシートを交換しておきます。今回は運転席だけ交換します。助手席も交換してしまうとこの真ん中の補助席ですね、こちらが使えなくなります。まだ子供が小さくてここにチャイルドシートを取り付けて座ることもあるので、今回は運転席だけです。いずれ助手席も交換したいと思っています。この車は足回りをすでに強化しています。コイルスプリング式のショックアブソーバーで縦の衝撃を和らげて乗り心地が良くなりました。そしてこの黄色い棒なんですけど、強化スタビライザーです。こちら前輪後輪両方入れています。この強化スタビライザーのおかげでコーナリング時の左右の傾き、ロールが減りました。こちらに加えて今回のシート交換でほぼ最終形の形になると思います。足回り強化と同時にシート交換をしなかった理由は各パーツの乗り味を知りたかっただけです。ショックアブソーバーの交換と一緒にシートを交換してしまうと、この衝撃の柔らかさどっちかが効いているのかよく分からなくなりますよね。なのでしばらくノーマルシートのままにして走行していました。正直今のままでもキャンピングカーにしては乗り味いい方です。今回でさらに良くなるのが本当に楽しみです。なぜ今回このブリッドシートにしたのかと言いますと、デザインは正直言うとこっちのレカルシートの方が自分は好きです。ただですね、このアームレスト、こっち側にレカルシートはオプションでつくんですけど、こっち側はつけられません。このブリッドは2つつけられます。これで長距離運転もかなり楽になると思います。あとは体へのフィット感です。レカルシート長期間使っていて少し自分の体に合ってないかなというところもありました。一方このブリッドシートは先ほども言いましたが日本の企業なんで日本人の体に結構合うんじゃないかなと思います。この辺は実際に取り付けて長期間乗らないとわからないので、取り付けてからの車中泊旅が楽しみです。このブリッドシートはストリームスというモデルなんですけど、このモデルにした理由は購入したシャドウの前田さんのご了承だったので間違いないかなと思ってこれにしました。最初はトラック専用のザオーや D5 シリーズ、こちらにしようと思っていました。その2つのシリーズはトラック専用なんでこの
サイドの盛り上がりがないんですよね。なんで乗り降りしやすいシリーズになります。そちらを購入しようとしてシャドウさんに相談したところ、ホールド性が低いということでこちらのストリームスをお勧めしていただきました。キャンピングカーの乗り心地に関してシャドウの前田さんはかなり研究されていて、自分もこのシャドウ製の足回りつけてかなり納得しましたんで、もう前田さんの言うことは間違いないと信じてますんで、もう言われるままにこちらのストリームスにしました。色はチャコールグレーにしました。で最初はこのタウレザーという生地があったんですね。レザーの生地なんですけど、そちらにしようとしたんですが、こちらも前田さんのアドバイスで冬は結構冷たいみたいなのでこちらの生地がおすすめということで、言われるままにこのチャコールグレーにしました。このブリッドシートを取り付けるにあたって気になる点がいくつかあります。まず一つ目は乗り降りですね。このサイドの盛り上がりが低いんですけど多少あります。これが乗り降りの時邪魔にならないからですね。この軽キャンピングカーに取り付けてるレカルシートなんですけど、こちらもこのサイドの盛り上がりがあります。これ結構乗り降りしにくかったです。どうですかね、15センチぐらい盛り上がってます。ブリッドの方は5センチぐらい盛り上がっています。この辺がどうなのか、乗り降りに支障ないのかすごく気になってます。次気になるのはこのチャコールグレーというシート生地ですね。グレーなんですけど、こうやって触ると結構模様ができてしまいます。こんな感じで。この辺が実際使っていくとなんか結構汚れつくんじゃないかなと心配しています。なんか白いくずとかですね、ゴミとかが目立ちそうな気もします。この辺は実際に使っていて体感します。次一番重要なのがこのクッション層ですね。これとロール製の左右の傾き、どのぐらいホールドしてくれるのか、もうこれは取り付けてから実際に運転して自分の体で体感します。で最後気になるのがこのアームレストですね。これ両方ついているんですけど、これ長距離運転の時高速道路はもうずっとまっすぐしとくんでかなり楽になると思います。ただこれですね、この完全に上に行かないんで普通の運転する時ちょっと邪魔かもしれません。この辺も実際に体感します。付属品の紹介や価格などお伝えします。今回こちらのシートは届けてもらったんですけど、こういった段ボールで運ばれてきました。で寝た状態でした。で長時間保存するときはこの寝かしたままだとシートの形が変形するので起こして保存してくださいということでした。でこのシートの後ろにはこういったポケットがあります。シートの形自体はセミバケットと言われる形です。付属品がこちらで、まずはこのブリッドのシートついてきました。で保証書、これはシート自体とシートレール両方あります。で取説とこちらはこのシートの適合証明書ですね。これ車検時いります。でこちらのケーブルはシートヒーターのケーブルになります。今回シートヒーター付きを選びました。このシートの下に線が出ていて、こちらを挿してでシガーソケット DC から電源を取ります。価格なんですけど、このストリームスのクルーズシート自体がシートヒーター付きで税込み15万9500円。このアームレスト2本で1万9800円で、この下のシートレールがカムロード用で2万8600円、合計20万7900円となかなか高級なシートになります。こちらはブリッドのサイトに載ってる価格になります。じゃあ今回シート交換お願いします。はい。ちょっと俺がこんな状態やから情けないわ。重たいもん持たへんからね。手はだいぶ動くねんけどね、もう。やったるわ。頼みます。はい。これが純正のシートやねんな。でこれを外して新しいブリッドのシートに交換します。でせっかくやからさ、あんまり入れたらクピコは車に興味ないやん。まあね。動いたら何でもええやん。そう。でそんな人が違い分かるのか一回やってみましょうか。最初一回ここ乗ってみる。一回乗ってみて。乗り降りとか乗りやすい。別に乗りにくいことはない。そんで実際ハンドル持ってみて。バスみたい。ハンドルがさ、上に向いてるやんか。そうやな。普通の車と違って。確かに。トラックって感じやね。これシートやねんけど、一回持たれてみて、この左右の揺れちょっと揺らしてみて自分で。それのホールド感みたいな。あ、なるほど。カーブの時さ曲がるやん。でこれが純正ってことで、また後で変えてから乗ってみようか。オッケー。この純正シートはこれ平べったいからまだ乗り降りしやすいね。でブリッドはちょっと盛り上がってるから、この辺が、どのぐらい乗り降りしにくいかちょっと俺も不安や。何笑っとんの。ちょっとさっき知りたいのが、これ純正シートと比べてな、ブリッドのシート高くなるみたいやねんな。だからどんだけ高くなるのかと、あとこの後ろにした時にこの距離どのぐらい狭くなるか、純正のやつをまず測っとくわ。ここが一番低いところやから、これをこう当てて、で平行にしといて、これで大体で、ここの地面との距離測ります。あ、なるほど。で純正シートの高さがこれ垂直で 38.4 って感じかな。
シートを一番後ろにしてハンドルまでの距離が 27.8 って感じかな。これで変えてからちょっとまた距離測りましょうか。今からシートを持ち上げてつけんねんけど、結構さこの辺鉄やから、当たったら傷になるから、ちょっとこれで養生してもらっていい？ OK ありがとう。手順としてはここにさボルトあるやんか。これが4箇所あるから後ろと、これを外して入れ替えてまたボルトをつけるって感じ。あ、結構簡単そう簡単やろ。で後ろはこんな感じで前にしたら取れるやろ。これか。でね、ここにねシートベルトのセンサーがあるね。へえ。これチョボあるから押して抜けるようになってるから、これ抜いてから取り外します。で一旦取り外しましょうか。そこの白いところチョボを押して引いてくれたら取れた。でこのレンチこれでもうボルト外してもらっていい？それをのの字にすると閉まるから反対のの字のそっち側で。硬くなってんで。でもいけるやん。それで外していって。こんなんでいいの。オッケー。思ったより硬いね。かなり緩んできた。もう取れそう。意外と簡単やろ。取れた。お、よかった。次前側も2つお願いします。はい。よいしょ。取れた、ありがとう。さあもうこれでシートは取れるはずやね。そういうことやんな。ちょっと取ってみようか。見て。いけるね。取れる。運びましょうか。よいしょ。いけた。いけた。そのままバックして。取れた。取れた、すごい。重ない？重い。よいしょ。ありがとう。取れた。これが純正シートで、こっちが今回変えるやつ。アームレストあるやろ。これ良さそうやね。でこっちに付け替えましょう。で取り替える前にシートベルトのサッソからやんか。これは純正のやつ使うみたいから、これをまず外します。取れた。これ止めてるプラスチックのやつ、これだけカットして。むずっ。いけた。どうすか？ちょっと切れちゃったね。問題ない問題ない。でもう一箇所これなんかついてるやんか。これ仕組みがよく分からへんから一回もう取ってみようか。このリングみたいな。ええ感じやん。よいしょ。取れた。これで取れると思う。ついた。ありがとう。こういう仕組みになってんやな。なんかはめ込んであるね。押したら取れるんじゃん。取れた。でこっちが新しい方、ここに取り付けれるから一旦ナット外して取り付けてもらっていい？ OK。なら取り付けましょう。一旦それしようか。シートの下。だいたいシートの下10円もしてんだよな。100円。100円もしてる。100円もらった。それじゃあ今回のダチンで。やった。ありがとう、綺麗だったわ。なら取り付けましょうか。よいしょ。どう？重たい？重すぎる。頑張れ。重すぎる。よいしょ。よいしょ。いけたね。いけた。さすがに重かった？重い。全然違う、さっきのと。こっちの方が重たいねんな。そうっすね。じゃあ閉めていって。これ入らんくね。じゃこっち側で。こっちにしようか。これ奥入らへんで。ほんまやね。これ一番シート後ろにしてるけども、ここに当たって入れへんね。そうやね。これだから一番最初に入れなあかんかったな。そういうこと？これやり直しやね。一回取るわ。へえ。上げてもらって。OK。そのまま下げて。OK。はい、なんかね、ネジいけてんけど、すごい硬くなってきてて、ネジが見たら固着しとって見たら、結構ね舐めてるねんな。古いから。これトヨタで車ネジやから結構大事なネジやから強度もいるから、ちょっと新しいの買って注文して来てからこれ取り付けるわ。じゃあ今日は中止？そうやね。で次注文来たらまた取り付けましょうか。分かった。結構ねこれ大事なやつと思うから。そうね。錆びてるやろめっちゃ。すごい錆びてんなとは思ってた。命かかるから。そうね。はい、新しいボルト来ました。これ型番が90119-10825、1本110円でした。これで早速つけましょう。はい。4箇所また締めててもらっていい？はい、ついたね。ついた。がっちり固定されてます。ありがとう。あとはね、配線だけから簡単やわ。オッケー。ここに最初に外したシートベルトの配線、これを、でこのブリッドの配線、ここ下出てるから、させてもらっていい？むずいね。はい。オッケー。
さああとはこのヒートシーター、これをそうなんの？取り付けます。おっさんの椅子だけ温まるん？そうそう、自分だけやな。そうやねごめんなこれめちゃくちゃ快適やね。知ってるよ、ロードスターの時もあったやろ。これ配線簡単で、この2口刺すところを、このシート下にもう2個出てるやんか。これ、これ刺すだけやから刺してもらっていい？あとはこのコネクタをシガーソケットに刺して、あとはこれ今アクセサリー電源オンにしてるから、これで暖かさ決めるみたい。なるほど。光ってるやろ。これでもう暖かいわ。自分だけやな自分だけおじさんやな。もう椅子完成したから、あとはこの TDI チューニング、これもちょっとつけていくわ。これは何？これはね、エンジンのパワーを最大限までパワーアップするようなやつやねんけど、すごい。これも簡単やから、ちょっと言うから手伝ってもらっていい？はい、これが助手席の下のシートです。こんなんなってんの？すっごいな。これエンジン。これがエンジン？こんな真下にあったの？そうそう。知らんかった。めっちゃかっこいいな。作ったやつすごいやろ。すごい。すごいこれ複雑やねんけど、このカップラテとかあるねんな。ここにあるねんけど、これやつ。これを抜いてケーブル付属のやつ挿すねんな。で奥にもあって、これも抜いて挿すねんけど、でこれ今エンジンが冷えた状態でな。だから触れるけど、走行直後やったらもうカンカンに熱くなってるから、そうなんや。本当取説に従ってやるだけやから。なんか怖いけど、そんなんしていいのって思うけど大丈夫？取説書いてるからね。へえ、すごいね。これめっちゃ硬いで。取れた。で今これ外れたから間にこれを刺すだけ。もうこれ押すのは俺左手だけでいけるから自分でやるわ。これで OK。はい、じゃあ接続したから、あとはこの本体を刺して、で結束バンドでちょっと固定します。はい、配線終わりました。こんな感じで結束バンドで留めて、このエンジンにケーブルが当たらないようにしました。でここに鉄のバーありましたんで、 TDI チューニングの本体はここにつけています。それでは動作チェックするためにエンジンつけます。はい、動作してますね。ランプついてます。はい、あとはこんな感じでアプリで制御できます。なので運転中とかですね、信号待ちの時にこうやってこの1から7まで段階を変えれます。7が一番強くて1が一番遅い感じになります。でとりあえずこの4でしばらく3、40キロ走ってくださいと取説になりましたので、これでしばらく走行します。さあ着きましたね。ありがとう。着きました。じゃあいよいよ乗ってみようか。はい。でその前に一旦計測だけするわ。さあじゃあ高さ何センチか、これで平行にしてこんなもんやね。でブリットの高さが 44.1 やね。高さなんとその差 5.7 センチ、もう6センチ近く上がっちゃった。ただね、ちょっとこれここが一番真ん中出てて、でこの太ももとか下がってるから、1センチぐらいは下がってると思うから、だからまあ 5.7 センチだから 4.7 センチぐらい上がってんちゃうかな。なるほど。で一番これ後ろ下がってる状態で、ハンドル下までの距離が 15.5 センチです。なんと 12.3 センチも前に来ちゃった。そんなに下がってんの？でも確かに助手席と比べたら結構前に来てるもんね。確かにね。でも普段運転する時はあんな後ろせえへんから結構前目というか、ちょっと一回乗ってみな分からへんけど、そうやね。これがもう後ろ当たってるから、だから後ろはあんまり行けへんって感じかな。じゃあ一回乗ってみて。よっしゃ、乗っての先。これここはね出っ張ってるから乗りにくいかも。その辺も含めてちょっとここに体感してみて。オッケー。よいしょ。よいしょ。あ、全然乗れたよ。いける？あ、なるほど。これ下げていい？これめっちゃいいよ。いい？ここ脇腹この辺がちょっとキュッてなってるのかな。それがなんか体がホールドされてる感があって、支えてくれてる感じで座りやすい。足もこの足の形状に合わせてなだらかなカーブになってるから、体の定位置がここって決められてる感じで座りやすい。ノーマルと比べたら全然違う感じ。全然違うね。これすごくいいと思いますよ。このアームレストはどう？あ、これね、これめっちゃいいよ。これ絶対楽やと思う。一回上げてみて。これ上げたらちょっと邪魔じゃない？ちょっとね、男の人、もうちょっと肩幅ある人は結構邪魔かもしれん。俺結構肩幅あるから。そうなん？邪魔かもしれん。ちょっとね、これでもだって結構当たってるから下げた方が絶対いいと思うよ。高速とか楽やと思う、これ。
さあじゃあいよいようん乗ってみます、よっしゃ、この乗り降りどうかな。あいけるね。いけるでしょ。結構低いから、うんいけるね。思ったより、確かにもうここって感じででしょ座らされるね。そう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 。で全体面でホールドされてる感じするわ。そうそうそうこれちょっと楽しみやね。ね、これ手置くのほんま楽やなこれ。うん。ただ街乗りとか山道は邪魔と思うからこうやって上げると思うんだけど、あ、ほんま。こう上げたらねやっぱりこのちょっとこうなるわ。やっぱなる、うんやっぱそうよね。女性やったらいけると思うけど男性はなるんちゃうかな。ちょっとね、もうちょっと後ろまでぐるっといったらいいけど、だから片一本もこうやって下ろしといて、あこっちがメインで、うんこのくるくるハンドルでスピナーやったかな、スピナー。これで回す感じが、それがいいと思う。いいかなと思う。でこれもう一個このアームレストで狙ってる効果が、ここにあることによって子供首身が乗るときにね結構寝てこっち側来るやんか、ああ、でここもたれやすいんちゃうかな思ってあ、なるほど。寝るときにちょっと枕的な。前とかやったら結構そのまま寄りかかるから運転結構しにくかったりしたから、これが1個あることによって寝られても運転しやすいかなと思う。高さ上がったけどね、目線やっぱ上がってるわ。あ、やっぱそうね。ただ頭はねこれヘッドクリアランスは結構距離あるから、げんこつ2個半ぐらいあるかな。だからあんま圧迫感はないかな。で目線だけ高くなったから信号とか先頭になったらこうやって見ないといけないかなっていう。あ、確かに。だからちょっと骨折のリハビリも進んで、もう運転大丈夫って言われたから、ほんまよかったね。久々に軽く運転しますわ。これちょっとファーストインプレッションやねんけどね、違う車に乗ったみたいに目線が高なってるわ。あ、やっぱ結局4センチか5センチぐらい上がってるもんね。俺もうこれずっと乗ってきたから分かんないけど、すごい目線高なってる。身長170やねんけど、170やったらまだいけるかな。だからこれ以上高なってくると結構前が見にくくなるんちゃうかなと思う。もうかがんで見るような。そうそう、まあ見晴らしはねすごい良くなったからいいねんけど、そこだけちょっと身長によっては気になる人多いかなと思う。そうやね。でやっぱりホールド感がすごいから、運転しててもすごい安定してるわ。それはいいね。足狭そうに見えるけどそれはいける？あ、ここ？なんかやっぱ前に出たっていう話やったやん。あ、そうやね。それがね結構ポイントやって、これな結構太もも全体まで来てんねん。ああ、そうやね。ノーマルの時もっと後ろやってんけどね。そうやな。ということは太もも全体で衝撃を分散してる感じ。ああ、なるほど。だからこれね多分しんどくないと思うわ。よかったね。で衝撃もね、今んとこ街乗りに乗ってる感じでは結構和らいでるというか、クッションがすごい分厚いから、この辺は長時間乗ってみんと分からへんけど、今んとこいいかなっていう感じがする。アームレストはねやっぱり街乗りではちょっと1個上げてたらいいかなって気にした。両方はいらんかな。そうやね。長距離の時やったら2個あった方がいいけど、ちょっと窮屈になる。やっぱそうやね。で2個上げちゃうと肩が窮屈やから1個がいいかなと思った。でこんな結構きつめのカーブ、ここ S 字やねんけど、そうやな。これがねすごいようなってる。ほんま？体感で半分ぐらいになったかなロールが。ちょっとそれは言い過ぎかもしれんけど40% 減ったって感じかな、ロールが。この左右の傾きねキャンピングカー多いやんか。そうやね。なんか足回り強化してスタビライザーとかね入れてロール減らしてのも合わして、これやからもうかなりもう乗用車に近い感じになってるわ。ほんまやね。よかった。よかったね。大満足。よかった。取り付けありがとう。お疲れ様でした。これで快適に長距離も運転できるからやってよかったわ。よかったね。ほんま助かったわ。ありがとう。取り付けてみてどうやった？ここ上に上げたりさ、エンジンとか見れたし面白かった。シート自体は女性でもできると思う？そのネジ回すとかそういうのはできると思うんやけど、これ運ぶのがほんまに重かった。そうやな。なんか形状が持ちにくいから。でも台車があればいけるからね。だから全然いけると思うよ。今回ネジが舐めてしまうというトラブルがあったけど、そうね。まあ中古でこれ十何年落ちやからまあ錆びたりもしてるかなっていう感じだけど、新車でまあ5、6年落ちとかやったら全然綺麗と思うから、まあ不安な人はもう取り付け業者に行ってもらってって感じかな。それが一番いいと思うけどね。俺みたいに田舎住んでてさちょっと遠い人は自分でやるのもいいよね、こうやって。そうやね。自分で頑張るのも面白いと思う。今回楽しかった。最後にねこのデメリットというか、もう乗り心地よくなって、横のロールも良くなってアームレストで快適やってんけど、もういいことつくめんねんけどデメリットがちょっとやっぱあってね、でそれはこのアームレストやっぱり乗り降りする場合毎回上げなあかんから、これは
まあ気軽になんか何回も乗り入れするときはちょっと面倒くさいかなと思った、であとこのシートベルトもここに引っ掛けとかな、こう直しちゃうと、こう取るのがちょっとここがね気使うかなっていう、片方上げといた方がいいみたいな話やったやん、肩が狭いから、こっちをずっと上げとく側にしといたら。そうやね、そうしたらいいよね、で気になれへんね、でもう一つデメリットやねんけど、この車中用のカーテンこうやって開け閉め簡単なやつやねんけど、ちょっと DIY でつけてんけど、これがここがねちょっと入りにくいねんな。あ、そうなの、ここちょっと押し込んで、で前はこれなかったからすぐパッてちょっともう西日眩しかったら閉めたりできてんけど、これはちょっとここがねドアも閉まるからちょっと取りにくくなっちゃうから、まあそれはちょっとやりにくくなったなって気がする。ちょっと以上がデメリットやねんけど、で高速道路また乗り心地変わると思うから、今度名古屋フィールドスタイルってイベントに、キャンピングカープロデュースのやつのベース車両の発表があるから、それ取材行くから、でこのジルで行ってくるから、で長距離の高速道路の乗り心地確かめてみるわ。これかなりいい感じやな。よかったね。これさ、クピコのさ、N 版にもつけてや。これ？そんなに乗り心地こだわってる人？N 版もおいおいブリットに変えるシート。ほんま？長距離運転するそんなに。せえへんと思う。せえね。幼稚園の送り迎えでブリットシートつけてる奥さんいてないで。アホやな。そしてこの TDI チューニングなんですけど、つけてみて感想なんですけど、30分ぐらい走っただけなんでまだはっきりと違い分かりませんでした。ただですね、アクセル踏んだ時なんかアクセルエンジン音っていうんですかね、その音が今までよりちょっと違った感じがしました。でこちらはまた長距離高速道路走りますんで、燃費も良くなるそうなんで検証したいと思います。一番パワーが出る7にも後で変えてみます。はい、トラブルが起きてしまいました。エンジンのパワーが全然出なくなって、ちょっと高速道路だったのでかなり怖かったです。またエンジンランプもついちゃいました。はい、全て取れました。